こんにちは、デザインドリップです。今回はこのようなうねうねとしたロゴとふわふわとした絵文字の作り方をご紹介します。はい、それでは始めていきます。背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。さらにダブルクリックをしてカラーオーバーレイで CCBBAA のベージュに塗っていきます。はい、ちょっと背景を白にして作業していきたいと思います。次に犬の画像を Photoshop で開きます。オプションコマンド I で画像解像度を横幅1080にして縮小します。はい、こんな感じです。で、こちらの背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにしてコンテキストタスクバーの背景を削除ボタンを押します。するとこんな感じで切り抜かれます。ちょっと拡大します。ただ縁がちょっと黒く残ってしまっているのでこちらを調整していきたいと思います。コマンドを押しながらレイヤーマスクのサムネイルをクリックします。すると選択範囲ができるのでこの状態で選択範囲を変更縮小をクリックします。でこちらの縮小量を1ピクセルにして OK します。でこちらのレイヤーマスクのサムネイルの右クリックからレイヤーマスクを削除します。でこちらのアイコンからまたレイヤーマスクを作ります。すると縮小した選択範囲でレイヤーマスクが作成されました。はい、こんな感じで綺麗に切り抜かれていると思います。ただちょっとマスクがうまくいってない部分があるのでこちらを調整していきたいと思います。こちらのレイヤーマスクのサムネイルを選択した状態でブラシツールに持ち替えてマスクを調整していきます。マスクされすぎてしまった部分は消しゴムツールを使って元のレイヤーを表示させてください。はい、一旦こんな感じでマスクを調整しました。でちょっとこちらのシーツの手前の部分がこんな風に葉っぱで切り抜かれてしまっているのでこちらを調整していきたいと思います。新規レイヤーを作成してコピースタンプツールに持ち替えます。でサンプルをすべてのレイヤーにします。でこちらで下のレイヤーから色を取ってコピースタンプツールでうまく調整してください。でだいたいいい感じにできたんですがちょっとこの辺が色が急激に変わってしまっているのでこちらはブラシツールでなじませたいと思います。新規レイヤーをさらに作成してブラシツールに持ち替えます。で色をこの辺からオプションを使って取ってちょっと大きめにしてふわっと上をこうやって塗っていい感じになるようになじませます。ではみ出た部分は消しゴムでふわっと消してください。で透明度なんかをちょっと調整してもいいと思います。ざっくりで大丈夫です。はい、こんな感じでいいかなと思います。できたら今3つのレイヤーを選択して右クリックからスマートオブジェクトに変換します。でこちらのスマートオブジェクトを先ほど作ったドキュメントにドロップします。はい、こんな感じです。でこちらはもういらないので閉じておきます。でこちらちょっと暗いので色を調整していきたいと思います。まずレベル補正のレイヤーをオプションでクリッピングします。でお好みでいいんですが今回はこの真ん中を 1.25 右を215にしてみました。はい、であとちょっと赤すぎるので少し黄みがかった色にしていきたいと思います。さらにこちらの犬のレイヤーを選択して次はこちらのレンズフィルターを使います。レンズフィルターのレイヤーを追加してすでにクリッピングされていると思います。で今回はカスタムを使います。はい、こちらのカスタムの方を 00FFC6 のこちらの明るいグリーンにしていきます。で適用量を 5% にします。するとこんな感じでほんのわずかにですがちょっと背景の色に馴染むような色になったと思います。色などはお好みで調整していただいて大丈夫です。で配置も今回はラフな感じで作っていきたいので、だいたい真ん中に来るようにお好きな位置に配置しておいてください。でこちらのレベル補正レンズフィルターで元の犬のレイヤーをグルーピングして分かりやすく犬の絵文字など何でもいいんですが分かりやすく名前をつけておきます。はい、こちらで切り抜きは完了です。
はい、次はロゴを作っていきたいと思います。こちらのフォントはノーマンレギュラーで、サイズは200ピクセル、行間も200ピクセルで、カーニングとトラッキングは0。色は 241C1A の黒にしていきます。こちらでハロウィンスペシャルとこのように中央揃えで書いてください。で、こちらを調整していきます。個別にカーニングをして結構詰めて大丈夫です。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらをワープさせていきます。バウンディングボックスの右上あたりをクリックして変形モードにして、こちらのアイコンからワープにします。で、ワープを旗にします。で、カーブを-10にします。はい、するとこんな感じでくねっとしたロゴになりました。で、こちらの段階でもし気になるようであればまたカーニングなどを調整してください。今回はこのままで大丈夫そうなのでこちらでいきます。で、配置なんですが、こちらと背景レイヤーを同時に選択してこちらのアイコンで中央に揃えます。で、犬の画像などもちょっと下げてバランスを見てお好きな位置に配置してください。こんな感じでいいかなと思います。次は絵文字を追加していきたいと思います。はい、次のフォントは Apple カラー絵文字で、サイズを50ピクセルにしてください。後の設定は何でも大丈夫です。前回の動画でも説明したんですが、Apple カラー絵文字を使うときはこちらのアンチエリアスを強く以外にしてください。強くだと出なくなるので、今回は鮮明にしておきます。こちらで、はい、こんな感じでクモの巣、キャンディー、お化け、かぼちゃ、黒猫、ろうそくという感じで絵文字を打っていってください。コピー用テキストにも貼ってあるのでそちらをご利用ください。で、こちらのクモの巣だけちょっと色がグレーで見づらいのでカラーオーバーレイで黒くしていきたいと思います。ダブルクリックでカラーオーバーレイからこちらのハロウィンの文字と一緒の 241C1A に塗っていきます。はい、はい、こちらで見やすくなったと思います。絵文字もお好きな位置にランダムに配置していただきたいんですが、動画にする前に各エレメントの配置を整えておいてください。なんとなくこの犬と絵文字のグループがこのテキストに対して真ん中に来るように配置するとバランスがいいと思います。はい、今回はこんな感じでいこうと思います。こちらで元となる静止画は完成です。次から動画に入ります。はい、それでは動画の作成に入ります。前回はウィンドウのメニューからタイムラインを表示させたんですが、こちらでもいいんですけれども、もっといい方法があったのでご紹介したいと思います。こちらのウィンドウメニューのワークスペースのモーションというところにチェックを入れます。で、こちらのドキュメントはこのタブにしてください。はい、するとこんな感じでタイムラインが下の方に出てくるので、だいぶ作業がしやすい形になっていると思います。で、こちらの画面表示の大きさなどはお好みで調整しておいてください。はい、でこちらでやっていこうと思います。で、ビデオタイムラインを作成を選択してクリックします。するとこんな感じでタイムラインが出てきます。で、ちょっと作業しやすいようにレイヤーの順番を入れ替えようと思います。まず、こちらのメインのロゴのハロウィンスペシャルを一番上に持っていきます。で、あとは、絵文字はどの順番でもいいんですが、この並んでる順番になんとなく並べようと思います。クモの巣、キャンディー、お化けで、かぼちゃ、黒猫、ろうそくっていう感じに並べてみました。で、こちらの犬のレイヤーは閉じておきます。はい、こちらで作業をしていきたいと思います。まずこちらのハロウィンスペシャルのロゴを動かしていきたいと思います。で、こちらの矢印を開きます。するとこんな感じでいろいろ出てくるので、今回はこちらのワープテキストというものを使います。全体の長さはこの0500になっていると思います。5秒ということなんですが、でこちらはこのままの設定で大丈夫です。で、こちらのスライダーを一番前に持ってきておいて、ハロウィンスペシャルの中のワープテキストの横にあるこのストップウォッチのマークをクリックします。するとこちら側にこの黄色いひし形のマークが現れました。これをキーフレームと言います。一旦こちらはこのままで大丈夫です。このキーフレームというのを何箇所か打って、そちらを基準として動かしていきます。で、こちらはこのままで大丈夫で、次のキーフレームは0100のとこ、こちらですね。こちらの0100に打っていきたいと思います。
この左側の下の方にこうやって数字が出てくるので、こちらでも確認ができます。で、こちらにこのスライダーを合わせたら、このワープテキストの先ほどのストップウォッチのアイコンのさらに左側にこの矢印とこのダイヤのマークが出てくるので、このダイヤのマークをクリックします。するとキーフレームが追加されました。で、こちらの位置でこのワープの数字を変えていきたいと思います。で、バウンディングボックスの右上あたりをクリックして変形モードにして、こちらのワープのアイコンを押して、こちら初期設定、最初に設定したマイナス 10% になっているんですが、今回はこちらをマイナス20にします。で、こちらで OK します。それではこれでどんな感じに動くのかちょっと確認してみたいと思います。まず最初の方にスライダーを合わせて再生します。はい、するとこんな感じでゆっくりとこのキーフレームからキーフレームの間の数字になるようにアニメーションが作成されました。こんな感じでどんどん変化させていって動かしていきたいと思います。次のキーフレームは0200。はい、こちらに同じようにひし形のマークでキーフレームを作成します。で、変形モードにしてワープのカーブの数字を今回はまた元のマイナス 10% に戻したいと思います。ちょっとこちらでまた確認してみたいと思います。はい、するとこんな感じで1回下にうねっと動いてまた元の位置に戻りました。次は逆の方向に動かしたいと思います。次は0315、こちらの下の方で確認できるんですが、0315にキーフレームを追加します。で、変形モードにしてこちらのカーブを今回は 10% にします。マイナスをつけないで普通の 10% で OK です。はい、こんな感じです。で、一番最後スライダーを右に目いっぱい持っていくと0429になると思うんですが、そちらにこちらのひし形のマークでキーフレームを追加します。で、こちらを最初の数値マイナス10に戻します。はい、こちらでちょっと確認してみたいと思います。はい、こんな感じでちょっとくね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 した感じになったと思います。ただ途中でちょっとカクッとなってしまうのが気になるので、はい、この辺ですね。こことかちょっとカクッとするのが気になるので、ここを少し補完していきたいと思います。まずこの最初の0100のところから1フレーム戻ったところ0029のところにまたキーフレームを追加します。で、こちらのワープのカーブの数値がマイナス 19.7 になってるんですが、こちらをマイナス 19.8 にして OK します。さらに1フレーム右進んだところにも同じ数字で作りたいと思います。こちらにもダイヤでキーフレームを追加して、こちらのワープのカーブの数値もマイナス 19.8 にします。するとどうなるかというと、ちょっとだけ滑らかになりました。こんな感じで後ろの方の 10% のところにも滑らかさを追加していきたいと思います。0315のフレームのところのまず後ろの方0314にキーフレームを作ります。で、こちらの数値は今回はカーブを 9.8 にします。で、今度は0316のところにまたキーフレームを作って、こちらのカーブの数値も 9.8 にします。はい、するとどんな感じになるかというと、さっきよりはカクッとしたのがなくなったと思います。ちょっと最初から見てみます。割とスムーズに動いたと思います。はい、こちらでこのロゴのくねくねのアニメーションは完了です。こちらは一回閉じておきます。はい、次に絵文字をふわふわと動かしたいんですが、このクモの巣とキャンディーと猫は上にふわふわ動かして、かぼちゃとお化けとろうそくは下にふわふわ動かそうと思います。はい、まずこちらの絵文字の一番上のクモの巣のこちらの矢印を開きます。で、今回使うのはこの変形になります。
スライダーを一番前にして、こちらの変形の左のストップウォッチのアイコンをクリックします。これで最初のキーフレームが作られました。で、最初の位置はこれで大丈夫です。次のキーフレームは0110、はい、0110にダイヤマークでキーフレームを作成します。で、こちらでシフトを押して2回上マークをして20ピクセル上に上げます。で、次のキーフレームは0215、はい、こちらの0215にまたキーフレームを作ります。で、今度はシフトを押して2回下マークを押して元の位置に戻します。で、次は0320、こちらにキーフレームを作ってまた上に20ピクセル上げます。で、最後はスライダーを目いっぱい右にして0429のところにキーフレームを作ってまたシフトをして下2回押して戻します。するとどんな感じになるかというと、最初に戻して、はい、こんな感じでゆっくりと上下するアニメーションができました。で、こちらを他の絵文字にもつけていきたいと思います。次はキャンディーですね。キャンディーも同じ動きをしたいので、こちらの変形のストップウォッチを押して、で、最初はこのままで、こちらのクモの巣のこのダイヤに合わせてスライダーを動かしてどんどんキーフレームを打って変形させていきます。こちらも0110のところでは上に20ピクセル、0215のところではまた20ピクセル下にして戻します。で、0320のところはまた上に20ピクセルで、最後の0429はまた下に20ピクセルで戻します。で、ちょっと再生します。はい、こんな感じで同じ動きをしました。はい。で、次はお化けですね。お化けは逆に動かしたいので、またスライダーを最初にして変形の横のマークにチェックを入れて、最初はこのままで大丈夫です。で、0100にダイヤでキーフレームをつけて、次は下に20ピクセルシフトを押して1に動かします。で、次の0215はまた上に20ピクセル移動して戻します。で、次の0320はまた下に20ピクセルで、最後の0429は上に20ピクセルで戻します。で、ちょっと見てみます。はい、こんな感じでふわふわと動いています。こちらを他の絵文字にもつけていきたいと思います。はい、かぼちゃも下に下がるアニメーションにしたいので、また最初に戻して変形のところにチェックをして、0110のところは下に20ピクセル下げます。で、0215のところは上に20ピクセル移動して戻します。で、0320はまた下にします。で、0429はまた上にして戻します。で、そんな感じで他のものもやっていきます。で、次は猫ですね。猫は最初のクモの巣とかと一緒で上に上げるアニメーションをしたいので、最初はそのままで0100のところは上に20ピクセル上げます。で、0215は下に20ピクセル下げて戻します。で、0320は上に20ピクセル上げます。で、最後の0429は下に20ピクセル下げて戻します。で、最後にろうそく。ろうそくもかぼちゃと一緒で下に下がるアニメーションをしたいので、最初はそのままで0100のキーフレームは下に下げます。20ピクセル下に下げます。0215は上に上げて戻します。で、0320はまた下に20ピクセル下げます。で、最後の0429は上に戻します。はい、こちらで絵文字のアニメーションが終わりました。ちょっと確認してみたいと思います。はい、いいですね。それではこちらで書き出していきたいと思います。
こちらの左下のこの矢印から基本的にはこちらの設定のままで大丈夫です。そのままレンダリングをしてください。はい、ちょっと確認してみます。はい、いい感じなんですが、こちらだと短いので、また前回同様に動画をいくつかつなげて長くしたいと思います。はい、今回も Adobe Express のこちらのツールを使ってつなげていきたいと思います。こちらの動画をアップロードから動画をアップロードします。で、こちらのメディアを追加から同じ動画をアップしていきます。今回1個が短いので、6個つなげて30秒ぐらいにしていこうかなと思います。で、こちらで6個メディアを追加したらダウンロードします。はい、それでは書き出された動画を確認したいと思います。はい、こちらで完成です。今回は前回のハロウィン動画のオープニングでちらっと使ったこちらの犬の動画が可愛かったので作り方を紹介してみました。とっても簡単なんですけども凝った感じに見えるのでおすすめです。もっと凝ったアニメーションはアフターエフェクトなどを使った方がいいのですが、このくらいのシンプルなアニメーションなら Photoshop でも全然大丈夫なので、アプリを移動しなくていい分手軽でいいかなと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。